皆さんこんばんは、宇野と言います。ゼルダの伝説35周年記念書籍やブレワイ続編についてお話しします。ネタバレと言えるネタバレはありません。シリーズ35周年を前に、ゼルダの伝説 3D コレクションなるものが期待されていますよね。そこで今回は考察動画ではなくて、ブレワイ続編発売を含む今年中に起きてほしいことについて僕の妄想をお話しします。このチャンネルでは薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。ブレワイ続編に期待している内容。35周年を迎える今年中に発売してほしいですということですね。でも例のウイルスのことがありますので、なかなか難航しているとも思っています。いつもお疲れ様です。思えばブレスオブザワイルドも当初は一度延期した後、30周年である2016年内の発売とされてました。そしてその後さらに延期をして、スイッチの発売日でもある2017年3月3日になりましたね。ブレスオブザワイルド本編では、現実世界のスマートフォンに当たるものなのか、手のひらサイズで写真が撮れて画面があり、他にも様々な機能があるシーカーストーンというものが登場しました。僕は続編でもある程度現実世界の現状を反映した作品になると思っています。身近な機器で言いますと 3D プリンターだとかドローンなどがシーカー技術もしくはゾナウ技術で動くもので表現されたりするんじゃないかと。料理システムでいうところのレシピにあたる 3D プリンター的なもののデータをハイラル各地で見つけて、それによって武器や防具を作るとか、あるいは自作のデザインで近しいランダムな特殊効果がつくものなど、ドローン的なもので言うならある程度飛ぶ距離はリンクの半径などで制限されるものの、その先に何があるのか見て道順を決めたり、謎解きのヒントになったり、美しい風景写真または動画を撮ったりしてそれを SNS に投稿できたりみたいな妄想をしています。もっと言うなら、今起こっている例のウイルスの件が怨念とウイルスを結びつけてちょっとでもストーリーに反映されたりしてるんじゃないかなって考えてます。ゼルダの伝説 3D コレクション、3D ゼルダ過去作品3つが1つになって6500円くらいで発売してくれたらみんな喜びますよね。3つを HD 画質で遊べるだけじゃなくて Wii U のバーチャルコンソールで遊ぼうにも Wii U 本体自体が現在では入手困難になりつつあるので、それをスイッチという一つの携帯可能な機器で遊べるというのはゼルダファンにはたまらないんじゃないでしょうか。そしてどのタイトルが含まれるのかという話なんですが、去年のマリオ 3D コレクションが任天堂64、ゲームキューブ、Wii からの3タイトルだったことから、ゼルダも時のオカリナ、風のタクト、トワイライトプリンセスという3タイトルなんじゃないかと予想しています。一度も HD リマスターが出ていないスカイウォードソードは、僕は別で HD 移植という形でスイッチに1本のソフトとして登場するんじゃないかと思っています。スカイウォードソードはもともと Wii リモコンプラスを使った今のスイッチの原型にもなった左右の手にそれぞれ異なるコントローラーを持って遊ぶ画期的なゲームシステムになっていますので、ジョイコンとの相性、互換性もバッチリだと考えます。スイッチライトしか持ってないよってユーザーにはジョイコン同梱セットなるものを販売すれば良さそうですよね。さらに今までのリメイクや HD 移植タイトルには必ずと言っていいほど追加要素、追加イベントが加えられていたので、スカイウォードソードの場合もスイッチの HD 振動を活かした遊びなど何かしらの追加要素があると想像できます。欲を言うとブレワイ続編との関連を匂わせる追加エピソードなどがあるととても嬉しいですね。そして今まで話してきたような作品はブレワイ本編との関わりがたくさん登場しますよね。写し絵の記憶の仮初めの儀式の内容、四神獣の名前の由来など他多数です。ゼルダ 3D コレクションが発売されるならブレワイ続編の売上ブーストを必ず意識したラインナップだと思われるので、マスターソードの登場しないムジュラの仮面はこの中に入ってこないんじゃないかなって考えています。ムジュラの仮面ファンの皆さん、申し訳ございません。少し話は変わるのですが、こんなことも妄想しています。ゼルダの伝説 2D コレクション、
これも発売されるとしたら3作品セットで出るんじゃないかと考えてみました。任天堂スイッチオンラインに加入することで無料で遊べる初代ゼルダの伝説、リンクの冒険、神々のトライフォースを除く風のタクトの続編である無限の砂時計、その続きの作品である大地の汽笛、神々のトライフォースの続編である神々のトライフォース2という任天堂 3DS のバーチャルコンソールで遊べたこの3つがセットで発売なんてどうでしょうか。適当ですけど5000円くらいで遊べたら嬉しいですよね。安すぎかもしれませんが、ゼルダの伝説35周年記念書籍スカイウォードソードの発売から1ヶ月後くらいにゼルダシリーズ25周年ということでハイラルヒストリアが発売されました。そしてブレスオブザワイルドの発売直前にゼルダシリーズ30周年ということでハイラル百科が発売されました。このパターンでいくと35周年の今年のどこかで薬剤の目視録までのゲームについてのお話、ブレワイ続編の売り上げをブーストする情報や時系列のヒントなどが少し出たりするんじゃないかなと思っています。ハイラル百科には前作ゼルダ無双のことがちょこっとだけ載っていたので、少しだけ薬剤の目視録のことが入ってもおかしくないんじゃないかなと考えました。ハイラルヒストリアで初めてゼルダゲームの時系列詳細が発表され、ハイラル百科で一部その世界線、時系列に修正が入りました。35周年書籍が出るとすれば、そこら辺もまたいじってくるんじゃないかと妄想しています。近頃任天堂の社内では、新解釈という言葉が流行っているらしいっていうのもありますね。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド続編。ブレワイ続編について海外でのパンフレットの画像が出回っているみたいなんですが、そこにはガノンドロフのミイラが眠ってるのはハイラル城で確定だと思える情報が載っていたようです。僕は全く英語が読めないので、どういった内容なのかはわかりません。あの映像をストレートに捉えたら、ハイラル城が浮上するシーンと合わせて、ハイラル城の地下から遺跡がせり上がってきた、または宙に浮いたなど、ハイラル城の地下だと考えられはしました。実際最初はそう思っていましたが、ブレスオブザワイルド発売前のサードトレーラーやその他も、プレイした時のイメージとはだいぶ違った作りになっていたので、僕が投稿する動画では、一応他の可能性である雷の大地の下や始まりの大地の下を考えてきたんですよね。他にはヤシの遺跡なども考えに入れて考察を進めてはいたんですが、今回こうしてはっきり分かってよかったです。ところで考察時点のスカイウォードソードの生放送中に続編トレーラーのミイラはアストルなんでしょうかというコメントが来たので、その場でも答えたんですが、今後も聞かれる可能性がある SNS である Twitter の方でもつぶやいておきました。簡潔に砕くと、人気のある時岡や神虎、トワプリ、風タクの再来を想起させるガノンドロフだとワクワクさせておいて、実は薬剤の目視録でポットでのアストルでしたとなったらファンはがっかりするので、そういうことは任天堂さんはしないんじゃないかなという感情的なメタ考察ですね。なので可能性はあると思いますが、僕としてはそんな結果はやめてほしいなって思っています。期待させて落としはしないだろうというところがポイントですね。ガノンドルフという任天堂さんの大事な知的財産に対してそういう雑な扱いはしないだろうと。ちょっと違う話になるんですが、僕のチャンネルではないんですけど、心ないコメントが届くという話は結構聞こえてきます。こういう続編の発売が約束されているゲームという媒体の考察動画というのは、続報が出ないと発売がされないと大体が正解がわからないものでして、過去の材料も含めて今世にある情報だけを元に考えていくにはあまりにも頼りないんですよね。なので時には突拍子もないことを言ったり、行き過ぎた妄想をする方もいるかもしれませんが、それはそれでそういう考えもあるなくらいに思って、あくまでエンターテインメントとして個人個人楽しんでくださったらいいと思うんです。これは僕の動画も含めてお願いしますということなんですけどね。もちろん動画の意見と反対になってしまう意見を述べるのもいいと思うんです。そういう意見って貴重ですし、とても大事な視聴者の方なんですよね。ただ僕のチャンネルの動画を見てくださってる方の中にはいらっしゃらないとは思うんですが、不必要に相手を傷つけたり、相手の容姿を悪く言ったり、人格を否定するような誹謗中傷などは減っていったら嬉しいなとは思っています。この世からなくならないものだとも、その作品を好きだからそうなってしまうものだとも理解していますけどね。
最後はなんか全然関係ない話になっちゃいました。ということでブツッと切っておきます。今回は以上です。楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いします。もし気分を害された方がいらっしゃったらすみません。低評価ボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。